バレンタインと乙女の気持ち。バレンタインデー、どうしようかな。相手が高丸なら意識せずに渡せるのに。でも長官さんに何も渡さないのは変だし、高丸だってがっかりするかもしれないよね。もう長官さんにどんな顔してチョコを渡せばいいのよ。っていうかチョコどうしよう。手作りだと意識しているみたいだし、実際に意識しちゃってるし。やっぱりあれよね。はるかさんが長官さんと何年も一緒に過ごしたように息が合ってるから、この落ち着かない気持ち、やだな。まるで高丸が棟梁になってはるかさんのパートナーになった時みたい。というわけでバレンタインデーにお手伝いをお願いしたいの。談話室に人が集まってる？あ、ナリくん、ちょうどよかった。こっちこっち。何よ。いいからいいから、まずは私の話を聞いてちょうだい。わかったから少し離れて。距離が近すぎるわよ。そう？女の子同士だし普通じゃない？なんでだろう。この子嫌いってわけじゃないけど、ちょっと苦手なのよね。ありがとう。最初は戸惑ったけど、メイドさんの存在に慣れてきた自分に驚くわ。ビートアイドルのマリナさんもこの子に呼び止められたの？それで話の続きなんだけど、今度 NAU が新しいブランドを立ち上げてイベントを催すの。 NAU ってあれでしょ？魔女たちの後ろ盾になっている欧州の大きな会社よね。うちのブランドってさ、ぶっちゃけ少しお高いと思わない？少なくともみんなは持ってないよね。実際お高いのよね。だから私は年頃の女の子がお小遣いで買えちゃうような手頃なブランドが必要だって思ったの。なので私は新ブランドウィッチを立ち上げることにしたのです。背伸びしたい女の子が最初に身につけるブランドっていう位置づけだから、名前的にはぴったりでしょ？そうそう、女の子はみんな小悪魔よ。他にも小物やアクセサリー、スイーツまで興味ありそうなものは全部揃えたの。ありがとう。ほら、これかわいい。こっちもいいわね。ってこれがこの値段？もうこれは売れそうね。いや、売れるわ。でしょでしょ。
それでショップをオープンする前にイベントで先行販売しちゃうの。その名も缶抜きウィッチコレクション。もう会場もバッチリ押さえてあるの。チャリティーオークションもあるんだ。それもイベントの目玉よ。なんと出品されるのは欧州で三つ星を獲得したパティシエールが作る伝説のチョコなのです。響、あなた本当に女子なの？開催日はバレンタインを間近に控えた週末よ。乙女ならチョコを買うでしょ。みんなよく知ってるわね。今回は NAU の力で伝説のチョコをいくつか確保できたの。それはうちのお菓子好きな幹部が誠意を尽くして交渉してくれたの。毎日お店に通い詰めて物欲しそうな顔をしていたら相手が根負けしたそうよ。そうなんだけどさ、ちょっとお客さんが予想以上に集まりそうなのが問題なのよね。それのどこが問題なの？大繁盛でいいことじゃない。警備の人手が足りないのよ。あとモデル兼売り子も。そうナリカって可愛いしターゲット層にぴったりハマるからぜひともお願いしたいのよ。私？いつもの仲間に頼めばいいじゃない。お願い。ナリカしかいないの。もし売り子をしてくれたら恋の成就するチョコをあげるから。恋の成就するチョコ？あ、これってもしかして使える？ちょっと珍しいものが手に入ったの。だから日頃お世話になっている長官さんにご馳走しようかと思ってね。はい、どうぞ。伝説になっているチョコだそうよ。そうね。じゃあお茶を入れるわ。いいものが手に入ったからお礼として渡す。完璧じゃない。これなら変に意識せずに渡せるわ。ねえナリカ、どうかな。そこまで言われたら仕方ないわ。いいわよ、手伝ってあげる。やったー、ありがとう。これで私を含めてモデル枠は3人確保できたわ。3人？もう一人はマリナ。アイドルの卵だけあって花があるしどうしてもって頼み込んだの。あれ？マリナ？おーい、もしもーし。さすがプロね。じゃあこれ当日の衣装だからとりあえず試着してみて。衣装？これって普通の ADDD とは違うわね。改良型の ADDD よ。魔女の研究データを渡すことを条件にさやかさんに作ってもらったの。見る人に今まで以上に衣装を意識させてより正体をバレにくくするって感じ。
今回はバレンタインデーをイメージして作られた特別な衣装なの。安全だからナリカも試してくれるかしら。そうね。じゃあ送信天意無法バレンタインナリカ剣山。うん。いいわね、これ。動きやすさも問題ないわ。なんだか楽しくなってきたわ。やると決めたからには頑張るわよ。よろしくね、ナリカ。だから近いってば。